ご視聴ありがとうございます。本面受験用の本面が不安な人のために作りましたの更新版61問から70問までです。それでは合格目指して一緒に頑張りましょう。問題61。警察官が手信号で両腕を垂直に上げたとき、警察官の身体の正面に並行する交通は赤色の信号と同じ意味である。警察官が手信号で両腕を垂直に上げたとき、警察官の身体の正面に並行する交通は赤色の信号と同じ意味である。答えは×です。警察官などが手信号で腕を垂直に上げたときは、その警察官などの身体の正面に並行する交通は黄色の信号と同じ意味を表しています。警察官などの身体の正面に並行する交通は、警察官などが腕を横に水平に上げているときは青信号を表し、腕を垂直に上げたときは黄色の信号を表しています。そして、警察官などの身体に対面する交通は、その警察官などが腕を垂直に上げていても、横に水平に上げていても赤信号を表しています。問題62。夜間、一般道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から見える場所であっても、必ず非常点滅表示灯、駐車灯または微灯をつけなければならない。夜間、一般道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から見える場所であっても、必ず非常点滅表示灯、駐車灯または微灯をつけなければならない。答えは×です。夜間、一般道路に駐停車するときは、道路照明などにより50メートル後方から見える場所であれば、非常点滅表示灯、駐車灯または微灯をつける必要はありません。夜間などに駐停車するときは、他の車の運転者に駐停車していることがわかるように、次のようにします。夜間、一般道路に自動車を駐停車するときは、他の車の運転者に駐停車していることがわかるように、非常点滅表示灯、駐車灯または微灯をつけなければなりません。昼間でも、トンネルの中や濃い霧の中などで50メートル先が見えないような場所に駐停車するときも、非常点滅表示灯、駐車灯または微灯をつけなければなりません。しかし、道路照明などにより50メートル後方から見える場所に駐停車する場合や、停止表示機材を置いて駐停車する場合は、非常点滅表示灯、駐車灯または微灯をつける必要はありません。なお、自動車は、夜間などに駐停車するときにこれらの灯火類をつけなければなりませんが、大型自動二輪車や普通自動二輪車、小型特殊自動車はつける必要はありません。また、高速自動車国道や自動車専用道路で故障などのためやむを得ず路肩や路側帯に駐停車する場合は、次のようにします。昼間は、自動車の後方の路上に停止表示機材などを置かなければなりません。そして夜間は、停止表示機材と合わせて、非常点滅表示灯か駐車灯または微灯をつけなければなりません。夜間、駐停車する場合は、一般道路と高速道路ではこのような違いがありますので間違わないようにしましょう。問題63。夜間、室内灯をつけたまま走行すると、車外が見えにくくなるので、バス以外の自動車はつけない方が良い。夜間、室内灯をつけたまま走行すると、車外が見えにくくなるので、バス以外の自動車はつけない方が良い。答えは○です。夜間、室内灯をつけて運転すると、室内灯の明かりが窓ガラスに映り込んだり、車内の明るさによって交通状況がより一層見えにくくなるので、他の交通を見落とす恐れがあり危険です。安全運転の妨げになるので走行中は室内灯の使用を控えましょう。ただし、路線バスは、防犯上や乗客の安全確保のため点灯の義務があります。常時点灯することで、乗客が頭上や足元が確認できるため、車内の事故防止にもつながります。問題64。勾配の急な下り坂は、駐停車をしてはいけないが、勾配の急な上り坂は、駐停車をすることができる。勾配の急な下り坂は駐停車をしてはいけないが、勾配の急な上り坂は駐停車をすることができる。答えは×です。勾配の急な坂は、上り坂も下り坂も駐停車をしてはいけません。駐停車禁止の場所です。勾配の急な坂に駐停車車両があると、交通の混乱や通行の危険が増えることになるので、禁止場所に定められています。坂道で駐停車禁止の場所は、上り坂と下り坂を含めた勾配の急な坂と、坂の頂上付近です。
なお、徐行場所や追い越しを禁止する場所は、勾配の急な坂では下り坂だけなので、これと間違わないようにしましょう。問題65。近くに交差点のない一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきた時でも、必ず道路の左側によって進路を譲らなくてはならない。近くに交差点のない一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきた時でも、必ず道路の左側によって進路を譲らなくてはならない。答えは、×です。一方通行の道路は対向車がないので、対向車と行き違うことを前提とした左側通行の原則に従う必要はありません。道路の中央から右側部分も通行することができます。そのため、一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、左側によって進路を譲らなければならない場合や、車が左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げとなるようなときは、道路の右側によって進路を譲らなければならない場合もあります。もちろん、一方通行以外の道路では対向車があるので、右側に寄せる選択肢はなく、車は道路の左側によって緊急自動車に進路を譲らなければなりません。また、交差点や交差点付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて一時停止しなければなりませんが、近くに交差点のない道路で緊急自動車が近づいてきたときは、必ずしも一時停止の必要はありません。道路の端に寄せて譲ります。問題66。前の車を追い越そうとするとき、前の車が右折などのために右側に進路を変えようとしているときは、追い越しを始めてはいけない。前の車を追い越そうとするとき、前の車が右折などのために右側に進路を変えようとしているときは、追い越しを始めてはいけない。答えは、○です。前の車を追い越そうとするときに、その前の車が右折などのため、ちょうど今、右側に進路を変えようとしているときは、危険ですから追い越しを始めてはいけません。車が前の車を追い越そうとするときは、その車の右側を通行しなければならないことが定められています。そのため、前の車が右折などをしようとして、ちょうど今、右側に進路を変えようとしているときに追い越しを始めることは大変危険なので禁止されています。ただし、前の車が右折などをしようとして、すでに道路の中央や右端によって通行しているときは、その左側を通行することができます。もちろん、その車の左側に通行するための十分な余地がなければ、前の車の右折などが終わるまで待たなければなりません。以上の内容から、左側から通行できるので追い越しができるのでは、と思われるかもしれませんが、この問題の要点は、前の車が右折などのために右側に進路を変えようとしている、まさにその時に、前の車の右側を通行して追い越しを始める場合の禁止について問われている点です。とても出題頻度の高い問題なので間違わないようにしましょう。また、その他の追い越しを禁止する場合も重要ですので、覚えておきましょう。道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、対向車や路面電車の通行を妨げるような時、道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、前の車の通行を妨げなければ道路の左側に戻ることができないような時、後ろの車が自分の車を追い越そうとしているとき。最後に、前の車が自動車を追い越そうとしているときです。最後の前の車が自動車を追い越そうとしているときは、車と自動車の言葉の意味を問われる問題をよく出題されますので、しっかりと確認しておきましょう。問題67。原動機付き自転車を追い越そうとしている普通自動車を追い越した。原動機付き自転車を追い越そうとしている普通自動車を追い越した。答えは、○です。この問題は、二重追い越しの禁止になる場合か、禁止にならない場合かを問われています。二重追い越しの禁止になる場合は、前の車が自動車を追い越そうとしているときに、それらの前の車の追い越しを始める場合です。ここで重要なポイントは、最初に追い越そうとしている前の車は、車として定義されているので、自動車、原動機付き自転車、軽車両のすべての車が含まれていますが、その車に追い越されようとしている車は、自動車として定義されているので、自動車に限定されている点です。そのため、前の車の種類に関係なく、最初に追い越されようとしている車が原動機付き自転車や軽車両の時は、二重追い越しの禁止にならない場合なので、それらの車の追い越しを始めることができます。問題68。
二輪車のブレーキのかけ方は、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルやブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルを戻したりシフトダウンによるエンジンブレーキがある。二輪車のブレーキのかけ方は、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルやブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルを戻したりシフトダウンによるエンジンブレーキがある。答えは○です。二輪車のブレーキのかけ方には、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルまたはブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルを戻したり、シフトダウンによるエンジンブレーキの3種類あります。スロットルとは、二輪車のエンジンの出力を変えるスロットルグリップのことで、四輪車のアクセルペダルと同じ働きをする装置です。アクセルグリップという言い方もあります。そしてシフトダウンとは、低速ギアに入れることです。ブレーキをかける時の注意点は、車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態で、エンジンブレーキを効かせながら前後輪ブレーキを同時にかけます。乾燥した路面でブレーキをかけるときは、後輪ブレーキより前輪ブレーキをやや強くかけ、雨天時など路面が滑りやすいときは、後輪ブレーキをやや強くかけるようにします。問題69。対向車と正面衝突の恐れがあるときは、軽音機とブレーキを同時に使い、できるだけ左端に避けて、絶対に道路外には出ないようにしなければならない。対向車と正面衝突の恐れがあるときは、軽音機とブレーキを同時に使い、できるだけ左端に避けて、絶対に道路外には出ないようにしなければならない。答えは×です。対向車と正面衝突の恐れがあるときは、軽音機を鳴らしながらブレーキをかけ、速度を落としてできるだけ左側に避けるようにします。ギリギリまで諦めず、少しでもブレーキとハンドル操作で対向車との衝突を避けるようにしましょう。そして、道路外が危険な場所でないときは、ためらわず、道路外に出て衝突を避けるようにします。問題70。横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する人や自転車がいないことが明らかなときは、速度を落としたり一時停止しないで通行することができる。横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する人や自転車がいないことが明らかなときは、速度を落としたり一時停止しないで通行することができる。答えは○です。横断歩道や自転車横断帯に近づいたときに、横断する人や自転車がいないことが明らかなときは、そのまま進むことができます。徐行や一時停止の必要はありません。横断する人などがいないことが明らかな時とは、横断歩道などとその周辺が十分に見渡すことができる場所で、その付近に横断しようとする歩行者などが見当たらないような時や、赤信号で歩行者が信号待ちのため横断できない場合を言います。横断歩道などに近づいた時のその他の場合として、横断する人や自転車がいるかいないか明らかでない時は、横断歩道などの手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。横断する人などがいるかいないか明らかでない時とは、横断歩道などの近くに歩行者などが通行していても、横断するかどうか判断がつかない場合や、建物などのため歩行者などの様子がよく見えないような場合です。そして歩行者などが横断している時や横断しようとしている時は、横断歩道などの手前で一時停止をして歩行者などに道を譲らなければなりません。最後までご視聴いただきありがとうございました。本面が不安な人のために作りましたのリニューアル4本目はこれで終了です。過去のおすすめ動画は概要欄にありますのでご視聴いただければ嬉しいです。本面をしっかり学習したい人のおすすめは左をクリック。学科試験の勉強などでわからないことなどございましたらご質問してくださいね。